美味しいけんやっぱり来る。中華の父。はい、大ね。本当に美味しい。ありがとうございました。生姜は生で。そうです。香りが全然違う。唐揚げやっぱ人気ですか？そうですね。若い人大好きですね。若い人が。はい
夜焼き豚。全部料理に使うスースープに。プ、で豚ガラと鶏ガラですね。2時間3時間ぐらいありすぎるとちょっとこってりしちゃったら美味しくないので、メキシコとしてはなるべくさっぱりしてくれる。投資っていうのはもう休みない、お昼休憩ないんですよ、うちは。そうなんですか。
はい、だから営業してからもう閉店までずっと空いてるんで、だからその間、まあ、空いてる時間に仕込んでほしい。11時から夜の10時、家の仕事もあるんで、嫁は家の仕事するんで、私はずっといます。そうなんですね。そうです。しないです。天津飯で。大丈夫。
週1回か2回美味しいけんやっぱり来る理由はそれ一つ。ありがとうございます。卵飯、ラーメン、餃子。お腹空いてたんで余計に美味しいですね。紹介で今日初めて来たんです。いつも頼まれるお料理はあるんですか？焼き豚卵飯ですね。今治の名物で、もともとはまかない料理らしいです。ご飯の上にチャーシューと、卵とで甘辛のソースをかけた、絶対美味しい組み合わせのまかない料理が美味しかったんで、今治の名物になりました。めちゃくちゃ美味しそうですもんね。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しいです。煮き豚卵飯は作り方とかよそと若干違いますね。まあ皆さんよく卵とかっていうのはああいうところで焼くんですけど、うちはこっちに焼いて両面焼きにしてやってます。やっぱり香りが全然違います。秘密ですよ。どうも。美味しかったです。一回は咲いていく。ああ、そうなんですね。本当美味しいよ。本当ですか。もう天津飯、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 天津飯ラーメンね。僕は好きやね。现在大盛り卵飯大盛りラーメンでキムチチャンプルー。
3本。疲れでした。結構美味しいっていうふうに親も言ってたんで、それで来てみたら自分もハマって、はい、間違いなかったです。美味しかったです。餃子特にうまかったですね。家族でも友達とか行ってみようと思います。麻婆丼ご飯少なめ。はい、3本定食と7割炒め。
じゃあまた中華。またお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近暑くなってきたんで涼しいもの食べたいな。絶品です。絶品です。最近今治に引っ越してきて最初行ってからもうファンになって人柄もすごかった。塩牛は酢豚がやっぱ美味しいんですけど、まあもちろん餃子も美味しいんですけど、まあ、全て美味しいです。今後もどんどん通っていって。そうですね。生姜すりたてだとですか？そう、もう吸ってるやつあるじゃないですか。あれはもう全然匂いが全然ないので。だいたい最低でも3時間ぐらいは寝かしとって。
中華をやられてるんですか？ 23の時かな、うちの兄がお店してて、僕はその手伝いに入って、その後で独立したんです。生まれたのは中国で生まれたんですけど、7歳でこっちに帰化して、それからもうずっとこっち、最初からもう愛媛県の今治市です。だからもうかれこれもう40何年ですね。ありがとうございました。
今治もこれから賑やかになっていくと思うので、新しいお客さん来てくれたらとても嬉しく思っています。もうこの道一筋かなっていう感じなので、私にとって中華は第二の人生で、この先この道一筋で頑張ります。火曜日は3杯休みなんで、大体うちは荒れますね。オレンジでもいいですか？あ、全然ありがとうございます。そうそうナルトカリンの天津飯はケチャップベースなんで、ちょっとこうオムライス的な感じです。日本人の料理長さんが発案したタレなんですけど、それ以外ちょっとこのタレ。
卵スープに使える。僕のマル秘帳簿です。全部出張なんでちょっと見せれないですけど、全てタレのレシピ帳です。これどうぞ。これどうぞ。どちら行かれるの？あ、今日の買い出しです。ご近所さんの丸中さんが一番いいですね。あ、本当ですか？今日本日は麻婆豆腐ということではい、終わりです。すごい量の豆腐ですね。皆さん四川麻婆豆腐ってこう油が多いイメージなんですけど、かりんの麻婆豆腐は油がほんまなくて逆に食べやすいと思います。へえ。以上です。よいしょ。今日のランチの豆腐ですね。麻婆豆腐です。結構夏なんで暑いんで食べないと思うんですけど、案外注文多くて結構まあ絶賛です。げんこつと鶏ガラともみじ、ちょっと配合は気が入ったので
酢豚です。あ、そういうことなんですか。はい。これは天ぷら粉です。天ぷら粉なんですけど、片栗粉で作ります。片栗粉をいきます。ごま油です。ちょっと香りを入れるのに。これって何のお茶なんですか？中国の有名なお茶です。有名なお茶で、はい。中国でも皆さん飲んでるんですか？これは。はい。毎日飲みます。秋のお茶なんです。体のために。体のため。あ、いつもこのスタイル。これが本日使う塩だれです。ちょっと塩だれは基本的にどんな。まあ日本で言うたら八宝菜だったり、それでも野菜炒めだったりはうちは塩ベースです。まあいろんな店だったら醤油ベースだったりいろいろあると思うんですけど、うちはもうあっさり塩味。白いの。あれはちょっとぐらいだとやばい。あ、もうちょっと難しいわ。
P ランチ P ランチ。お待たせしました。はい、どうぞ。エビマヨの定食です。ありがとうございます。たまにね、違うもの食べるともうほとんど毎回これですね。あ、今日のエビマヨのお味はいかがですか？美味しいです。美味しいですか？お待たせしました。A ランチです。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、ほんまですか？まだ大丈夫。今、結構あっさりベース。いらっしゃいませ。はい、少々お待ちください。すみません。ありがとうございます。
ちょっとかけたいので。あ、コカ・コーラ。少々お待ちください。すみません。こちらどうぞ。ありがとうございます。はい。めちゃめちゃ美味しそうですね。美味しい。美味しいですか？美味しいです。なんかかりんさん来られるようになったきっかけとかなんかあるんですか？両親がね来るのが好きで、それで一緒に来てたんです。美味しいし、もう量が結構たっぷりなので、で安いしっていう三拍子揃ってるので。まあ、ちょっと聞いてみて。手間の時に月何回ぐらいいらっしゃるんですか？2、3回ぐらいか。でも結構もう10日に1回ぐらいはいらっしゃるようなイメージ。開店と同時にね、大体開本が多いですから、いつもこれ最後に飲むお茶が美味しいです。それも楽しみの一つですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。お
ません。以上給食です。どうぞありがとうございます。デザートもついてるのって嬉しいですよね。嬉しいですね。コンプリートっていうか全部揃って、はい、満足感も。私あんまり甘いもの普段食べないので、ただその麻婆豆腐が結構辛かったから、その後の口直しにはちょうどいいかな。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ずっと通われてきたと思うんですけど、通おうと思ったポイントとかなんかあるんですか？おすすめポイントみたいな。今まで何回か来ててももうずっと変わりないっていうのがやっぱりまた来ようかなっていう理由かなと思います。美味しかったですか？美味しかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。新なし担々麺。はい。お待たせしました。天津飯と汁なし担々麺。出来上がりです。お待たせしました。回锅肉。ありがとうございます。
せん、ビランチです。はい、どうぞ、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってください。はい、すいません。おります。ラーメンセットです。担々麺とおまぶ丼です。どうぞありがとうございます。持ち帰りとかしてテイクアウトとかもして家で食べたりするよな。あ、まんちゃん。いえいえ、全然。ちょっと YouTube 撮影やるけど。実家の親父って感じかな。親父さんですね。親父やな。十分若い。ほんま。これ方の時に持ってきてくれたからな。腹減ったらここみたいな。ああ、もうそういう感じで、もう起きたら間違いないよ。お昼ご飯になったら車乗って無意識のうちにここにおるみたいな。そうなんですね。記憶はない。記憶がない。さっき石ランチね。お待たせしました。ごめんなさい。担々麺とピエントです。どうぞおります。おります。ランチです。どうぞありがとうございます。今来たところです。はい。これ美味しそうね。かりんさんには時たま来られるんですか？そうですね。ちょくちょくね寄るんですけど、大体定食でこの麺類食べるのは初めてやけどやっぱ美味しいですねこの麺。今日が初めてなんですか？麺類はね。麺類は。特に冷麺初めてなんだけど、これはねすごい違います。美味しいです。これはすいません。はい、ごちそうさまどうぞ。
2番唐揚げ定食。9番我来了啊。はい。 917番。你吃菜好，你再吃菜好，吃菜。なんだったら俺の友達アナンから食べに来るの。ここのホイコーローが実家の端っていうのかな。今まで食ったホイコーローの中で一番うまいっていうのかな。やっぱ親父の飯が親父の飯がうまい。一緒になんか一言とかなんかいただけると。お父さん美味しかった。中華の父。そうかい。はいどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう朝どれのやつを順次注文してます。地元の。そうですね。もう徳島県産ですね。うちは地元の農家さんだったり野菜だったり肉が引っ張ってるんで、質がいいものがやっぱりお客さんが食べて嬉しいんで、これ一応半合りにして切ります。このまま切るとちょっとスライスできないんで、いい感じです。まあちょっと聞いてみて。
向けの醤油味ですね。塩コショウです。結構タレって豚太郎もそうですけど、なんかタレの中でうまそうですけど、ナルトのカリンは基本塩コショウで炒めるんで、まあ昔からの日本のレバーですね。お待たせしました。レバニラです。どうぞ。一回完全に浸水した炒めに使ったり、醤油につけてます。自家製ラーメンです。はい。安さの理由とかってあるんですか？安さの理由は、うちの経営者の考え方ですね。美味しいものをたくさん食べてもらうっていう考えなんで、もう赤字覚悟でやってます。ここのかりんさんのこだわりとかあるんですか？料理もそうなんですけど、今おるスタッフのまだ日本来て間もないんですけど、ものすごくお客さんが評判良くて、挨拶が気持ちいいとみんなごっついです。でお客様からすごくいい評価いただいてます。ありがたいですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。カリンに勤めてもう約8年ぐらいですけど、中国人と仕事する中で、いろんな刺激をもらって自分の中の一つの成長過程にもなるような店であって、ズバリ言うと死ぬまで僕の人生しかないですね。この中華料理というかこの店自体がもう最後はこの店を僕は乗っ取ろうかと思ってます。そして社長になってやろうかと思ってます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。
これは豚の背脂です。うちの料理全体にこの基本的なラーメン料理に使うのも全部これをなるべくスープの味が平均になるようにするようにしてます。じゃあもうずっと変わらないんですか、このスープは。そうです。もうこれは基本的なもので、すみません、これは冬だけですので自分の暖房用ですので、夏は仕込みで焼いて、基本的には地元産の。そうです。坂町内さんでも何十年も契約農家さんというか、今年もお米がない言ったけど、ちゃんとうちの分は確保していただいて、お米はお客さんが美味しいよう言ってもらいます。
心臓の病気した時に店を何日か休んだ時にお客さんが「やめとってよ」今2時から5時まで休憩いただいちゅうかですけど、それは休んでも我慢け店はやめとってよ、そういうお声を聞いたらもっと頑張らないかんと思ってやる気はあるがですけども、お客さんがねそういうてものすごく嬉しかったです。治ってきた時にそうやって言うていただくのが少しでも頑張ろうかなと思って、はい。神戸で一番先修行しよった自分の先輩につけていただきました。49年ぐらい前です。もうあと1年ぐらいで開店して50年になりますので、その時も先輩も独立するいうことで、その時に僕も将来的にもう出すいうことで、ほいたら明星飯店いうのが向こうがそういう明るい、僕の方は古月いうちょっとそういう関連的なものでつけていただきました。おはようございます。エプロンのことあれエプロン後ろ引っかかってます。ちょうどこれのエプロンのことお借りちゃう。そこに置いて。よいしょ。ここに。
た料理屋さんを開いて、最初の反応とかはどんな感じでしたか？もう早速50年ぐらい前ですので、今はまあポピュラーというか、そのエビチリ、麻婆豆腐、いろんなこのあれですけど、もう帰ってきた自分はもうよく出て、野菜炒め、八宝菜、酢豚、もうエビチリはこれ何というような感じで、こんな辛いもんとかいうような感じなんですけど、ただそのうちはカツオのたたきらでニンニクの文化が結構あったもので、そのエビチリなんかは結構早めに受け入れられたみたいですけども、本当にしばらくの間はもうみんなそのエビチリって何、麻婆豆腐って何っていうような関係をさすが50年、特にこの市内の方はもっとあったかもわからないですけども、坂はそんな感じでした。それを長いこと地元のお客さんに可愛がっていただいて、今までなんとか続けるようにできてます。はい。おはよう。おはようさん。おはよう。おられた方が僕のもう一番頼りになる本当の身腕というか、もうおらんと困る。下手したらうちの息子よりおってもらわないか困る。今日何個やろうね。何個やろうね。安いうちに大量に買ってストックを作ってちょっとでもっていう感じで。やっぱこの中華を目指そうって思ったのはお父さんがきっかけですか？きっかけは父でしたね。思われてずっと父親の背中見て、本当お父さんの背中を見て育ってなろうみたいな、憧れを持ってやってたんですけどね。結構あれですよね、修行もなんかされよったみたいで、イオンのね、とかで、7年ぐらいお母様が言われよって、私が体のことがあってもう急遽帰ってきてもらったんよとは言われよって、ちょっと、そうですね、でも結構長いこと向こうにも行かしてもらったんで、
まあちょうど天気やと思ってなんかちょっとお母様もうちょっと修行したかったのかもしれんけどなとはちらっと言われたんですけどね。まあでもどっかで区切りはつけるべきだったんで、ちょうどタイミングに帰ってきたと思います。もうけどじゃあお父さん見ながら勉強って感じですか？今もまだまだ。そうですね。やっぱもう父の店なんで、やっぱ親父の背中を見て、ちょっとずつ周りを覚えてですかね。いいね。チリソースやわ。ドラゴン五目そば2つ、1つ辛めです。はいよ。はい、こちらドラゴンゴム辛めの方1番さんです。
すごいボリュームがありますね。めっちゃあんもいっぱいかかってて。美味しいです。から行こうかね、豚から。まだ。ただ味でボルトっていいか、小さいからなんていうの。天気は2日目だからね。2日目だから今日は。はいはい。はい、ごめんなさいね。すいません。はい、それでお待たせしました。はい。豚肉の薄い炒めから、卵炒め。卵と。お酒。よく来られるんですか、こちらには。はい、よく来ます。そうなんですね。いつもなんかそういうランチとかを頼まれるんですか。多いですね。おすすめのメニューとかありますか。天津飯、これも美味しいです。はい。提供時間も早くて、仕事の休憩中に食べに来てます。お腹いっぱいになって、すぐ仕事に戻れるという。
はいどうぞ。五目ダーツ3番さんです。シーサー。ありがとうございました。ありがとうございました。の感じですね。はい、どうもすみません、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ございます。ここもお得意さんやけど、漬物抜きとトマト抜きやけど、ちょっとその代わりのサービス、さっき朝言うたやつ、はい、もう本当にみんな仕事見てのお世話になってますので、ちょっと気持ちが朝の抜きとかの時は。はい、どうぞ。はい、ごめんね。いったかな。はい、そう。はい、はい。これこのままでどうも。じゃあ。はい。はい、定食2つ、1つ小です。はい、
晩さんです。はい、痛いね。よっ。よっと。はい、すいません、お待たせしました。今日は何を頼まれましたか？動画。おいしい。唐揚げとかいろいろメニューは決まってないですけど、今日は一番下の子が餃子が食べたいっていうので来ましたね。ここのお店の魅力って何ですか？ご飯が美味しいとこ。ご飯食うでこれやみたいな。ありがとうございます。一つずつね。はい、ありがとう。はい。唐揚げと五目はるかちゃんね。はい、唐揚げと五目はるかちゃんです。はい、食べちゃう。本当にここの五目美味しいです。本当に美味しい。だから今日はたまたまちょっと違うメニューしましたけど、大体五目そば、餃子、ライス。もう鉄板なんですね、それが。それが一番ね、組み合わせ、ベースの組み合わせですね。もう本当にね、美味しい五目そば。もう騙されたと思って皆さん食べてください。やるところ。じゃあお願いします。はい、ドラゴンゴムと中華飯ご飯少なめに。お味はどうですか？お味はもう最高です。ここは国って僕は隣村から来ております。そうなんですね。隣から温まりますよね。寒い時本当は。ですまあ辛いですけど。しんちゃん言うてここの主人のもう知り合いでそんなことで出入りしてる。あ、そうなんですね。定食ドラゴンミニね。ごちそうさまでした。お
はいどうぞ。はいよ。麺型もらいます。はい、お願いします。はい、ありがとう。今日は何を頼まれましたか？チーズタンメンとミニ焼き飯ですね。めちゃめちゃ美味しいですよ。そうなんですね。 20年ぐらいはもう。 20年ぐらい通われてるんですね。はい。じゃあ若かりし頃からずっとそうですね。変わらない味ですか？はい、もう全然変わらないです。へー。このお店の魅力って何ですか？その20年ぐらい通われてる。やっぱ味ですかね。味とこのアットホームな空気だと思います。はい、ご苦労さん。ありがとうございます。よし。中学卒業して調理師学校に行って和食洋食中華3部門があったからです。そんでその約50年前ですのでその中華がもう珍しいお腹がいっぱいになる変わってるいうことでその調理師学校の時に中華の方に行くように志して、はい、するようにしました。甘酒もこれも全部うちの手作りです。この間のちらっと聞いたら自分大体最初うちは五目そばがラーメンの中でもおすすめでそれと四川の昔からの担々麺という辛いラーメンがあるんです。でそれのお客さんが両方五目が好きその辛いのが好きこれなんとかならんかいうことでほんで試行錯誤していろいろやってそのドラゴン五目という辛いのがお客さんの意見を取り入れてできたからです。ドラゴン五目というのは上にあんがありますのでそれとちょっとまろやかになって結構もうそちらの方を頼んでくれるというふうになってます。
鶏ガラでも直で仕入れても今もう仕入れがすごく下手したらコロナの自分よりしんどいかも分かりませんね。毎日ですねこの油も高止まり、お客様はねありがたいことに結構リピーターさん来てくれて頑張ってますけども本当にしんどい時代になりました。はい。店主さんにとってこの補欠飯店とは何ですか？もうやって当たり前、もう体の一部というか、朝起きてスープ取ってやってお客さんの顔見てお客さんが「ごちそうさん」とか言うてくれて、もう本当の体の一部というか、当たり前の普通のもう生活というか、そういうもう、ですね、そういう感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。またのお越しは。